ールドマックスボスです。オールドマックスりょうです。今回は68年式のアーリーショベルの紹介をします。それでは行ってみよう。ってたやつでオールドマックス。はい、じゃあ車両紹介をいたします。68年の FLHアーリーショベルですね。ハードテールでリジット化してクロームの74スプリンガー、21インチドラムでリアは18か18です。18だよね、はい、18。ハンドルが特徴ですかね。ウェルドの絞りで。お、これ量やった？やりました。結構持ってるね。モリモリっすね。モリモリだね。成形も綺麗にやってるね。結構頑張ったっすね。頑張って、しかもこれを仕上げにしてるっていうから、はい、巣穴もしっかり取って、そうっすね。ね、はい、持っては削って持っては削ってね。まあ地道な作業っすね。これはちょっとメッキのスプリンガーとの相性がいい感じでいいね。そしてミッド、若干フォワード寄りのミッドハイ。意外と結構上げてるね。はい。まあそこそこに。ハイの中でもちょっと高め、1インチぐらい高めですかね。そしてサドルのリブフェンダー、シシバオールドスクールな、なんか昔からあってやれさせたって感じだね。はい、やれさせたじゃなくてやれた車両をイメージしたって感じでね。じゃあ作り物は量どうぞ。はい。オールドマックス。作り物はさっき言ったこのハンドルと、CC バーですね。CC バーはアシンメトリーっていうことで、ちょっとやったことなかったんでいろいろ画像を見ながらやらせてもらいました。で、この辺のフット周りは一応全部手作りでやらせてもらってて、できるだけもうなろうにしたかったんで、もう車体にだいぶ寄せて作りました。若干あれだね、ペグも短めにあえて。そうですね。あんまり横に飛び出させたくなかったので、ちょっと見た目重視で作らせてもらいました。で、あとは、シフトノブはこれ一応もう全部一本の鉄で作ってある、無垢で削り出して一本作りました。じゃあ木材はこの太さ以上あったってことだね。そうです。ここが多分一番太いところで全部削ってったっすね。なんかボーリングのピンの頭みたいな。それを意識した？いや、そうっすよ。シフトチェンジはしやすいっすね。あれ、こないだ出した動画、編集した動画ちょっと忘れましたけど、シートかなんかもボスなんだっけ、クロワッサンみたいってね。もうなんか聞いちゃうとそれにしか見えなくなっちゃうからね、りょうくん。ボーリングのピンの頭にしか。いいんですかね、それは。確かにそれにしか見えないですね。めっちゃおしゃれです。で、あとは、チェーンカバー。これももう極限まで短い。で、ちょっと、CC バーに合わせてアシンメトリー、長さ変えてあってっていうところで。でもよう浸してるんだよね。これで回転した時にここへピシャピシャかかるからね。ここはそんなにかからないから、重要なとこだけカバーしてるって感じで、そんなところですかね。短っ。あとはマフラーは作ってるんで、マフラーもできるだけ内側に寄せるのはそうなんですけど、フロント側はやっぱ外出した方が、ターンアウトのラインとしては、かっこよくできるっちゃできるんですけど、バンク角が取れないんで、もう内側を通す感じで、でもそれでも
それなりにいい感じに仕上げました。やっぱりあれだよね、個人的には俺はジェネレーターエンジンだからやっぱりこう潰してちょろっと出てくはいるターンアウトが俺はらしいなと思うけどね、ありがとうございます。あれりょうくんのバイクみたいになっちゃったいいよ、切り口もいい感じにね、そうですね。いいとこを取るんだよねいいものを用意してカットしていいとこを取る。そうなんですね。意外とこのターンアウトの曲がり具合が一緒のやつ、曲がり具合がR が一緒のパパイプを探してきてあー切ってはい整えなきゃいけなくて、ここ同じ切り口の大きさにするのとかも意外と難しいというかはい難しくて、だってみんなそのパイプ箱の中からは取り合いなわけですよねそうですね。ターンアウトは注文も多いでしょうから、はい。なんで結局あれだよね、メッキの材料を探そうとするとそういはいう箱から出す、でも無垢のやつはベンダーでうちは曲げれるじゃん、あ、そうですね。ね、曲げたものを箱の中に入れてあれば、はい色を塗らないといけないけど、はい同じ R のものは作れるはずだよね。そうですね。これはやっぱメッキを少しこう取り入れてオールドメッキを少し残すっていうことで選んだから大変だったっていうことだな。あ、うんちゃうそういうこあ、めんどくとです。さい、いいよ。そんなとこでじゃあ作り物はいいんですか、もう説明いいそうっすね。大丈夫です。は。はい、じゃあエンジンかけていきます。はい。じゃあちょっと小雨降ってるんで屋根下でそのままかけていきましょう。まずコックをオンにします。はいこれチョーク上げて、はいこの全部閉じた状態で、はいこれは3回ぐらい踏みます。でエンジンかける前にチョークを戻してもらって、はいでキーオンではい。本キックです。はい、ありがとうございます。なんか僕もカメラを持ってみんなのかけるシーンをずっと追いかけて撮ってきてますけど、だいぶりょうくんのこう一連のかける動作が昔に比べるとそつない感じにかなりなってきてますよね。本当ですか？成長してるんですか成ね。長してなんかかっこよくこうサクッとかけてる感ありますよあ、ね。本当ですか？あれじゃないか、筋力アップのおかげじゃない。あ、そうそれはあるっすね。体重筋肉がと増えたんで簡単にキックできるようになったですね。昔の方が折りづらかったですか？だって引き回しだって全然違うもんね、やっぱな。あ、まあそ最初の頃れはそうっすね。みんなそうだけどな。はい。あれはどっ軽いすねちかというとコツですか？引き回しは筋力いやより。コツもそうだけどやっぱり耐える、ね、やっぱあー筋肉もやっぱ必要だよね。必要。そうっすね。力も必要だとは思います。この上半身よりも意外と下半身がしっかりしていた方が、はい。ね、引き回しは上手にできる。そうですね。じゃあ商談の時の話をお願いします。もともとはアーリーショベルじゃなくはい。レイトショベルであ注文があって、形は似た感じであったんですけど、途中で商談に見えた時に会社の方と一緒に
来られて、はいその会社の方なんかともいろいろお話ししたりするんですけど、はいその人からのおすすめもあってやっぱ欲しいもの行った方がいいよと協力はするかしないかは分かんないですけど、勧めて上司の方が勧めてでじゃあって言ってアーリーに切り替わったと。はいでアーリーに切り替わる、エンジンだけじゃなくて、やっぱりこう油圧ドラムはいでディスクのローターが右側に光らずに、はい左側にやっぱり行くっていうのも一つはい変わるというところも含めはいやっぱりアーリーがいいっていうことで変更なさったっていうか、そのエンジンの変更、車種の変更というかベースの変更というか、はいそのぐらいで基本はもうやれとこのスタイルっていうのは若干あれかハンドルがもうちょっとこう後ろにはい引く感じで最初言ってたけども何かのバイクのうちにあるバイクの影響を受けて、はいその時にあった車両でやっぱりこのウェルドの絞りでいきたいっていうふうに変更なさったのかな。その程度で至って基本ベースとしてはそんなに変更という変更はなくはいですかね。はい。今のリアのブレーキの話は、うんレイトショベルで、うんそのドラムに変えると、うん原型から遠のく分費用がかかってしまうディスクついてるものを、うんもしドラムに変えてほしいって言われてしまうと、うん元の車両から改造費がかかってしまうっていうことですよね。そうベースがあってのはいことであれば、はいただエンジン買ってはいいただいて、全部セットアップしていくっていうとはい選べるんで、あーどっちでもあれなんですけど、油圧ドラムが限界ですよね。はいクロスシャフトがないんで、はいメカドラムっていうと、ちょっとまたさらにフレームの機構が変わるんで、はいレイトショベルでも油圧ドラムはいにしたいっていう方は、うん若干名いらっしゃいますね。そのクロスシャフト部分製造も含めて受けることはできる、できます。はい、ただまたそれは高くなってしまうよこれがっていうこれがこれがでもいらっしゃるにはいらっしゃるんですか今までいにはますね。若干名いらっしゃって、はでもそれってな金額上がるんで、全部はいリンケージから何からドラム本体から全部はいメカドラムってなると、結構な金額、はいでクロスシャフトを加工して作るか、はいそれかそのクロスシャフトが入ってる年代のフレームプラス、はいリジもともとリジットならクロスシャフトが入ってるんですよね。はいもともとははいリジット時代はメカドラムはいで、油圧ドラムっていうのはなんで油圧ドラムになったかっていうと、はいスイングアームがはいついてた時代になったら、はいなんですかね、ホースで油圧のホースではいスイングする部分が動くんで、ホホースに変わったはい油圧ドラムができるようになった。はいでドラムのメカドラムをリジットじゃなくそのまんまスイングアームにつけてしまうと、はいスイングした時にブレーキが場合によっては効いちゃう、はい方向によっては、はいその関係でリジット時代はドラムあースイングアーム時代は油圧っていうところで切り替わってるっていう感じですね。確かにロットで考えるとちょっと複雑というか、うんスイングアームに適用するのは難しそうですね。そうですね。国産でね、国産のヴィンテージで、スイングアームで、はいリジットっていうのはそうそう少ないんでね、はいリアドラムっていうのは、例えば CB、K0 とか、はいあの辺もドラムですよね。はいでもちょっとその辺もうまい構造ではい効かないようにはなってるんですよね。元元のロットのところが、一緒にスイングでこう追っかけて曲がってくれてるみたいな感じで、なるほどでもハーレーの場合はリジットとはい先ほど言ったような年代で区分けされてるんで、だからあんまりそこにお金かけるであれば、はい上位機種へ行った方がそのまんま値段そこに入った方がいいんじゃないでしょうかっていう感じでグレードアップ案をはいおすすめします。そうですね含めれるわけですもんね、お金の考えがそそう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 こにエンジンが変わる車種が変わる分にブレーキの加工賃が入っちゃった方がそうそうなんか得な感じします。年代がもうその年代になってるんでね。
じゃあまあよっぽどレイトショベルにこだわりがあってでもドラムブレーキにもこだわりがあるような場合に、さっきのお金をかけてやるっていうことですね。ですね。じゃあちょっと商談の話にまた戻りまして、まあその辺をよくご存知な方で、はい来た時お見えになってお話しする中でやっぱ自分の中ではこれっていうものをすごく持ってましたね。はい、オーナーさん体格はどんなもんですか？細身ではい背は僕よりちょっと高いぐらいか75センチ。な。ね、くらいですか70オーバーで。はい。ちょっとじゃあボスまたいでみてもらっていいですか？2人のうちで俺が指名されたよという僕とりょうくんはチビーズですからね。175のオーナーさんの模型にはなれない、まあ、そうそうは言ってないけど、ね、俺がやるよっていうこんな感じでやっぱ確かに乗ると足が結構高いです、ね、結構高い。でもいつも言う僕のナックルはこうなんでこの手が上がるか、はい足が下がるかはいで随分楽になる。これいいね。意外と乗りやすいです。乗りやすいね試乗しててうん全然乗りやすいなと思って。僕ですか？さっきの下りを話しといてりょうくん163センチカメラマンと同じということでなんか足の上がりっぷりがボスとは違うな。確かに違うっすね。では比較をどうぞ。ボス足が長いんで俺足長い多分身長以上に足が長いんでさっきえらい膝が鋭角にちゃんとなってたんですけどこの辺まであったっすそうですねりょうくんとか僕が乗ると90度ですね。多分座ると一緒だよ多分。そうですか。立つと違う。まあちょっと小ぶりな方が乗ってもこんな感じのルックスになるという。ありがとうございます。ペグの長さも全然気にならんね。ちゃんと引っかかってくれれば不安感もないし。そうですね。全然落ちるとかはないですね。いいねまあそんな100は良さそうかな。うん別に他はいい？うんまあそんな具合ですかね。りょうくんからも以上で紹介はいいですか？大丈夫です。大丈夫。わかりました。じゃあエンディング撮っていきましょう。 M 様、バイクライフがもう初めてということなんで、これからこのバイクと一緒に、バイクライフ楽しんでってください。今日の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。オールドマックス。